みんなふくらはぎこう触ってみて硬い、もしくは痛い、そしてつりやすい人は実は頻尿になって夜のトイレの回数も増えやすいんです。ほんま夜間頻尿で夜だと何回も起きて寝不足になってやる気もなくなっちゃいます。なんで今から3つやればええだけやから、みんな一緒に頑張ろうや。どすこい。セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦えやと思ってる皆さん、実は相撲をやって体がボロボロで引退しました。ふくらはぎが硬い、下半身がむくみやすい、毎晩足がつる、おまけに運動の時に足がつって辛いって勘弁してやって思ってないですか？そこでノブ先生の考えるたった3つの専門的な筋肉を刺激して速攻ふくらはぎの症状を解消し、夜間頻尿や体全体の悩みも解消する学習の授業になりますから、みんな一緒に頑張ろうね。ノブ先生も相撲でふくらはぎをよくつってむくんでたんで、皆さんの気持ちはほんま痛いほど分かりますので、一緒に解決していきましょう。今みんなも知ってるように生活環境、スマホとかパソコンとか環境も変わってしまい、歩くことも少なくなって、ふくらはぎのいろいろな問題も引き起こし、夜間頻尿まで発症したりしちゃうんです。それほっとくと将来的に膝下の横脚になって、そこにつながる膝の軟骨がすり減ったり変形を引き起こします。こんな感じです。最終的には変形性膝関節症まで引き起こし、夜間頻尿でトイレも近くなる可能性がありますので、ほんまみんな注意してください。ここでこのコミュニティを見てる皆さんにお伝えせなあかんことがあります。みんな夜間頻尿やからってなんかこうストッキングとか勧められて圧迫したり、おまけにふくらはぎが問題やからと言われてこうやってって強く揉んで刺激したりしていませんか？これほんま飽きません。そして狙っているところがちゃいます。実際にやって、もしくは治療院でいろいろやってるけど症状が結局戻ってません。これさっき言ったように間違ってるとこを狙ってるのが理由やから、あんまり意味はないね。なのでまずはノブ先生と一緒に家からスタートしましょうや。では脳書きは後回しにして早速実践していきましょう。これ座ってできるしめちゃめちゃ簡単です。まず最初にチェックしましょう。さっきこう揉んだ時に痛かったり硬かった人はそれを覚えておいてください。もう一つはこのようにふくらはぎがどこまで伸びるのかっていうのを確認してください。そして終わった後にもう一回チェックすると、さっきより良くなってたらちゃんとセルフケアができてるっていうことなんで、それをチェックしましょう。ではみんな用意はいいですか？じゃあやっていきましょう。まず1つ目です。肩幅にこのように足を開きます。次に膝をこのように少しこう近づけます。そのままかかとはこう動かさないで、足の指だけこのように外に向けます。そのままの状態でぐーっと親指を床の方にぐっと押さえつけます。そうするとこのすねの横っ側のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではやっていきますよ。これ後ろに背もたれ全然持たれてもらってもいいですからね。ではいきます。ゲット押さえつけます。すねの外ですよ。頑張りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。この時に足がつる人はこれ膝の角度の位置ちょっと変えてください。伸ばしすぎてると結構つりやすいので、少し曲げるとつりにくくなります。ではもう一回いきますよ。ぐっと無理だけはしないでね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。じゃあラストいきますよ。ほんま無理したらあかんからね。ではいくよ。ぐーっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ではこのまま
2つ目いきますよ。2つ目は今度このような形で足の裏をパッて合わします。これ合わせれる範囲でいいです。全体的に全部合わさなくていいですからね。合わすと結構辛かったりするんで、合わせれる範囲でいいです。そしてかかとは離さないで足の指を少しこう浮かします。要は小指が床につかなかったら全然いいです。そのままの状態でぐーっとこうですね、親指同士、要は足の裏同士をぐーっと押し合いっこします。そうするとこのすねの内側のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。これも無理して飽きませんよ。できる範囲でいいんで。じゃあいきます。ギューッと押し合いっこ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきますよ。ぐーっとこのまま押し合いっこします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。この時にちょっと指だけ曲げすぎて、この指の先っちょだけでも押し合いっこしちゃダメですよ。このような形で全体的に押し合いっこしてください。じゃあラストいきます。ぐっと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。結構これだけでもしんどくないですか？なので短い時間で効果があるのが一番いいんですよ。じゃあラスト3つ目です。3つ目も最初と一緒で肩幅ぐらいに足を広げます。そして膝をこのように近づけてもらって足の指を外に向けます。そのままの状態で足首をこのように曲げます。そしてぐーっと指を握ります。特に小指側を握ってください。これ結構重要です。ではいきますよ。ぐーっと、そして握ったままの状態で10秒間、10秒かける3回です。やっていきます。ぐーっと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 もう一回いきますよ。ぐーっと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ラスト頑張ってぐーっと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。皆さん最後までお疲れ様です。素晴らしい。みんな頑張りました。最後にこのセルフケア後に合わせておすすめなリンパをドバドバ流す方法も紹介しますので、最後まで注目してみてちょうだい。では終わったのでもう一回チェックしましょう。さっきみたいな感じでふくらはぎをこうやってもみもみしてみます。さっきよりかめっちゃ柔らかくなってないですか？おまけに痛かったのもなくなってると思います。そして柔軟性も見ます。僕これぐらい足開いてもかかとがつくぐらいまで伸びてます。なのでこれをやっているとしっかりセルフケアもできてたっていうことになったので、みんな間違ってないからちゃんとできてるで。これ座ってできるし、たったこれだけめちゃめちゃ簡単でしょ。これ歩く時足の裏が痛い、寝起きで歩くとこのように足首が硬いとかふくらはぎとか足首痩せにも実はおすすめなんです。ここで夜間頻尿が起こる原因と解消の仕組みは、まあ聞くのめんどくさいかもしれんけど、聞いとくと誰かに説明するときに知ってるでーって自慢もできるから、ぜひ聞いといて損はなし。さっきのセルフケアすることによって3つの専門的な筋肉を刺激し対応ができるんですね。1つ目、すねの外側から足首の小指側までつながる膝下を支える腓骨筋っていう筋肉です。2つ目はすねの内側から足首の親指側までつながり、これも膝下を支える後脛骨筋という筋肉。3つ目は腓骨筋につながり足裏から小指までをこのように支える小指の内在筋という筋肉です。この専門的な3つの筋肉を刺激してめちゃめちゃ働かせます。そしてこの3つの専門的な筋肉がズボラになって働いてないと本来持っている能力も失ってもて、ふくらはぎが責任を押し付けられ頑張りすぎるから癒着したように固まってふくらはぎの第2の膀胱の役割ができんようになります。癒着ってなんか服にガムがついたやつを想像してもらったらいいです。全然取れへんやんね。結果この3つをやると本来持っている
膝下から足裏までの能力を取り戻し、構造が正常化するので、ふくらはぎの固まって癒着していた筋肉もバリ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 っと剥がれるので、要はさっき言った T シャツについたガムがきれいに剥がれるってやつです。そしてふくらはぎって別名で言うと第2の心臓とも言われているので、その心臓のポンプに似たようなことがふくらはぎでも行われるので、その行われるのが正常化するので、下半身に溜まった尿にもなるむくみもきれいに内臓を循環させて戻していくので、夜まで下半身に尿のようなむくみもなくなるので、夜間尿やトイレが近くなったり頻尿も解消し、全身もすごく良くなっちゃうというわけなんです。これが第2の膀胱と言われることなんですよ。この第2の膀胱が復活すると、膝下の構造が安定するから、つながっている膝上の膝の構造も良くなります。結果このように固まった横脚もニューッと伸びるので起こらなくなるし、膝のこのような形でずっとやってると辛い負担も減るから、変形性膝関節症もこのように解消するし、夜にふくらはぎがつったり運動する時もつったりも解消しちゃうっていうわけなんですわ。なんでみんな知らんかったらえらいこっちゃになるでしょう。まあ皆さん知ったからもう大丈夫やけど、毎日たった3つの行動力、これを行うことがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんまお金の貯金も大事やけど、健康貯金もほんま貯めてほしい。ここまで見てくれてほんまありがとう。そしてここまで注目して見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の原動力になりますので、応援よろしくお願いします。ここで言ってたリンパの流れをドバドバ良くするセルフケアも最後に一緒にやってお別れしていきましょう。ノブ先生のセルフケアをすると関節の柔軟性が上がるから、他のストレッチやセルフケアも後にやってほしいんです。やから最後にまた案内してるっていうことなんやけど、それやったら威力が倍以上になるから。では早速ドバドバ流していきましょう。まずこのように足を組みます。簡単でいいですよ。そしてこのような形で指の間に手の指をこう入れていきます。痛くない範囲でいいですよ。これカップルつなぎって言うけど、手と手じゃないけど手と足、まあ寂しい思いはちょっと紛らわせるかもしれないけど、そしてこれで軽く握ります。そのままの状態でこのような形でぐる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 回します。でまずは同じ方向にだいたい20回とか30回回してもらいます。そして反対もこのように回していきます。これも30回ぐらいですね。これさっきのセルフケアするから足の柔軟性がめちゃめちゃ上がってるから、この回る角度もめっちゃ増える。だからドバ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 余計に流れるっていう仕組みです。そしてこれするとリンパの流れが良くなって若返りも貢献するので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。